あなたはスタジオジブリ、どの映画が好きですか？どの作品が好きですか？僕はね、崖の上のポニョ、ポニョポニョポニョ。ポニョがね、一番好きです。でもね、ポニョがね、好きな理由は、可愛いからではありません。ポニョは可愛いですね。子供が好きな映画、そう言われますね。子供向けの映画。いや違う。ポニョは大人の映画です。大人向けの映画だと思います。ポニョの世界って見たことありますか？まず見たことありますか？映画のポニョ。まあね、川じゃないね。海の町に住んでいる家族の話ですね。そこにポニョというね、魚が現れる。魚が来る。でもその魚が家族と仲良くなる。そういうお話ですね。で、今から話のネタバレをします。内容を話します。なので、もし見てない人は映画を見てからまたこのポッドキャストを聞いてください。いきますね。ポニョの世界は死んだ後の世界、人が死んだ後ね、その世界だと僕は思っています。最後にね、大きな波が来て、みんな楽しく元気になりますね。歩けなかったおばあさんたちが歩けませんでした。でも最後、水が来た後に歩けるようになっていた。そしてね、水の来た後、ボートに乗っている人がいた。赤ちゃんを連れて。その人たちの格好が古かったですね。昔の格好でした。ポニョの世界は今ですね、洋服を着て T シャツを着てズボンを着ている。でもそのボートに乗ったお母さんとお父さんは服が古かった。まるで100年前の服のようだった。だからね、僕はちょっとね、怖いです。ポニョが怖いと思いました。恐ろしさ、恐怖を感じました。僕の一番覚えているシーン、僕の好きなシーンはポニョが走っているシーンです。波の上ね、大きな波の上をポニョが走りましたね。走って飛んで走って、そして宗介を追いかける。宗介ね、いなくなったと思ったら戻って追いかけてくる。いや、怖いですね。強い愛情、すごく強い気持ちですね。その気持ちを表現している、その気持ちを表しているシーンでしたね。いや、宗介かっこいいなと思います。宗介がかっこいいね。あれだけのね、大きな愛情を受ける、
ね、受け止める、宗介は受け止める男ですね。かっこいい。あんなまだ若いのにね。まだ5歳ぐらいですか、宗介。6歳。まだ子供なのに心は大人。そういうふうに僕はね、ポニョを見ていました。2個目にね、好きな映画は、ジブリ映画は千と千尋の神隠し。千と千尋の神隠しです。これはめちゃくちゃいい映画ですね。これは人気ですね。これが一番好きっていう人はたくさんいますよね。僕も結構好きです。ポニョ、千と千尋で3位ね、それぐらい近い。1位2位が近いね。千と千尋、千と千尋もやっぱりちょっと怖いですよね。全部ね、怖い雰囲気ありますよね。ジブリの映画恐ろしい。それがね面白い。やっぱり子供の話って、子供の見るものって、怖さと可愛さが一緒になっているものが多いですね。グリム童話。グリム童話も海外のお話ですね。やはり怖い話が多い。恐ろしい世界ね、その話が多い。そしていつもの僕たちのいる世界とその怖い世界がつながる、そのドアを通るね、新しい世界に行く、そういうシーンがやっぱりたくさんありますね。ジブリにもそういうシーンがあります。千と千尋で最初のシーン、車でね向かっている、そしてトンネルを通る、ね、トンネルを家族で歩いていく。もうあれが入り口だったんですね。いつもの世界ね、僕たちのいる YouTube を見ている世界、 YouTube で日本語ポッドキャストを聞く世界から全然違う世界にいきなり行く。あなたのね、その後ろのドアを開けたら、もしかしたら違う世界があるかもしれない。いつもはただトイレに行こうと思っていたのに、ドアを開けたら日本にいるかもしれない。日本のここに来ているかもしれない。僕の隣に、僕がポッドキャストを撮っている隣にドアがつながっているかもしれないね。それが異世界ですね。別の世界。千と千尋の好きなところ、僕が好きなところはいっぱいあります。顔なしも大好きですね。黒くておーっていう人ね、っていう人、顔なしも好きだし、お風呂に来て綺麗になりますね。お風呂で体を洗う、あのシーンも楽しいですね。いっぱいねゴミを持ってるんですよね。人間が捨てたゴミです。人間が捨てたゴミをきれいにしていく。そしたら最後はもう綺麗な神様でしたね。綺麗なおじいさんのような、綺麗なおじいさんのような、神様でしたね。だからゴミがたまると、ゴミが増えると、綺麗なものも汚くなる。美しかった人も汚い人になる。心も汚くなる。心も汚れてしまう。そういうことを伝えたかったのじゃないかなと思いますね。そういうメッセージがありますね。ジブリを作っている宮崎駿は
自然と人間についてよく話を作ります。自然と人間の関わり方、どういうふうに関わるかね。僕のねいる今場所は公園です。ここもね人間が作った緑ですね。僕たち人間が住みやすいように家を建てて、家の近くに緑が欲しい、家の近くに自然が欲しい、だから作ろう、そうやって作った自然ですね。すごく便利です。気持ちがいいです。こういうものを見て宮崎駿は何を言うのか、宮崎駿は何を考えるのか、そういうことをね考えるのがジブリの面白さかなとは思います。そして好きなジブリ3つ目ね、何かな。3つ目はね時々変わります。今日好きな3つ目は天空の城ラピュタかな。空を飛んでるさ城だっけあれ。城だね。そう、空飛んでる島、あれもね面白いよね。本当にいいよね。まず空を飛んでいる島ね、昔の島かっこいい。まずかっこいいね。空からさシータが降りてきて、シータが降りてくるんでしたっけね。それを支えてね、2人のね冒険、2人の話ですけど、皆さんはどんなシーンが好きですか？ジブリ映画の、スタジオジブリのね、どの映画が好きですか？だね、日本だとジブリってなんかもうみんな見てる。多分みんな見てますよね。全員知ってる。それぐらい人気。で、僕が小さい頃、僕が子供の頃は、よくテレビで流れていました。テレビでね、ロードショー、金曜ロードショーっていう番組があって、金曜日になると映画を流します。そこでね、来週は千と千尋の神隠しです、来週の放送は千と千尋です、そういう風に流れるんですね。で、僕たちはねワクワクして待ちました。ああやってねテレビで家族でみんなで見るっていうのはなかなかねいい思い出ですね。でやっぱテレビだから CM がありますね。途中で YouTube と同じです。途中で CM が入ります。そうするとねいきなりね全然違う世界に行けるんですね。ジブリでさ綺麗な自然のところでね友情の話ね、友達の話が感動したいい話だって思ってたらいきなりね CM です。はい、これを飲めばあなたも筋肉ができるねとかね、この飲み物おいしいわー、ね、そういう CM が流れます。それも異世界ですね。全然違う世界にいきなり行くある意味異世界への扉なのかななんてね思ったりします。じゃあ今日はこれぐらいでおしまいです。またポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。